入り口の前には稲穂をくわえている狐の銅像がありました。神社の中に狐の銅像がたくさんあって、韓国では狐神社と呼ばれています。もう少し先に行くと手を洗う場所がありました。水の音を聞いているとなんだか癒されます。皆さん、観光地でよく見かけるこの10円パンを食べたことがありますか？中にモッツァレラチーズがたっぷり入っていて、伸びるチーズが美味しいです。皆さんこんにちは。ほほ日本語です。前回の動画では京都の美しい町嵐山の渡月橋、着物フォレスト、天龍寺、竹林を探索しました。嵐山にはいろんな観光スポットが集まっていて、自然と調和した建築物が多く、とても癒される場所でした。今回の動画では嵐山からの続きで京都タワー、伏見稲荷神社、錦市場に行こうと思います。それでは行ってみましょう。ちょっとお腹が空いたので美味しそうなコロッケ屋さんに立ち寄りました。昼ご飯を食べる前に何か軽く食べようと思います。チーズカツを一つ頼みました。昔からチーズが大好きで、メニューを選ぶときにいつもチーズが入っているものを選びます。チーズカツは初めてなので楽しみです。サイズは思ったより小さいですが美味しそうです。それでは一口食べてみます。中にチーズがたっぷり入っていてめっちゃ美味しいです。次は JR 嵐山駅で電車に乗って京都タワーを見に行く予定です。ここが JR 嵐山駅です。京都タワーは京都駅の2番出口のすぐ前にあります。ここから京都駅までは乗り換えなしで7駅です。16分ぐらいかかります。いつも電車の中ではイヤホンをつけて携帯をいじってたんですけど、たまにはこうして窓からの景色を眺めるのもいいですね。京都駅に到着しました。駅から出たら京都タワーがすぐ見えるのでとてもアクセスしやすいです。京都タワーは1964年に建設された京都市のシンボル的な建物です。タワーのデザインは灯台をイメージして作られたと言われています。夜になると美しくライトアップもされるようです。特別なイベントの日には色が変わることもあるので、ぜひチェックしてみてください。駅の中で美味しそうな親子丼屋さんを見つけました。親子丼は鶏肉と卵、玉ねぎを甘いだしで煮てご飯の上に乗せた丼料理です。親子という名前は鶏、親と卵、子の組み合わせから由来しています。友達がよく仕事の昼休みに親子丼を食べていたので知ってはいたんですが、ここで初めて親子丼を食べました。写真はすごく美味しそうに見えたんですが、実物はちょっと違いますね。味噌汁もついています。私の好みではありませんでしたが、味は悪くなかったです。ご飯を食べてお店を出たらコインロッカーがありました。観光地の近くにある駅には外国人観光客が多いため、コインロッカーがたくさん設置されています。重い荷物を置いて旅行ができるのでとても便利ですね。朝から撮影をしていたのでスマホの電池が切れそうです。前の動画で紹介したスマホ充電レンタル置き場を探しに行こうと思います。駅の中にある観光案内所の中に設置されていました。専用のアプリを使ってモバイルバッテリーをレンタルしてみます。こんな感じのモバイルバッテリーです。後ろには3種類の充電ケーブルがついているので、どんな携帯でも問題なさそうです。こちらに見える奈良線に乗って伏見稲荷神社に行く予定です。ここはマネケンという日本で有名なワッフルのお店です。駅の中によくあるお店で、ふわふわでカリッとした食感と、外はサクッと中はしっとりとして何度食べても飽きない美味しさが特徴です。電車に乗る前にコンビニでお気に入りの飲み物とシュークリームを買いました。この電車に乗って稲荷駅まで行きます。ここが稲荷駅です。伏見稲荷神社は稲荷駅のすぐ前にあります。警察官が
横断歩道の前で交通整理をしています。入る前にさっき買ったシュークリームを食べたいと思います。中にカスタードとホイップクリームがたっぷり入っていて美味しかったです。では伏見稲荷神社に入ってみましょう。入り口の前には稲穂をくわえている狐の銅像がありました。神社の中に狐の銅像がたくさんあって、韓国では狐神社と呼ばれています。このように駐車場も完備されているので、車で来るのにも便利な場所です。奥に進んでいくと朱色の社殿が見えます。この朱色は日本の神社や寺院でよく見られる色で、魔除けの意味があるとされています。さらに奥へ進むと、火焚き串という特別な木の札があります。火焚き串に自分の願い事を書いて神社に納めると、後日神社の人たちによってお焚き上げされます。炎とともに願いが天に届けられると信じられており、特に商売繁盛や家内安全を願う人々に人気があります。漢字が読めない外国人のために願い事の英語翻訳もありました。これを見ると願い事を漢字で書けるのでいいですね。日本のアニメや映画などで神社でお金を投げて願い事をしている人を見たことがあると思います。神や仏に奉納するお金のことを賽銭と呼びます。賽銭を賽銭箱に投げ入れ、願い事をすることで神様に感謝の気持ちを伝え、お願いを聞いてもらうという意味が込められています。一般的に五円玉がよく使われていますが、これはご縁とご縁という言葉が同じ発音だからです。そのため、いいご縁や幸運を願う人がたくさん訪れます。今から伏見稲荷神社の象徴である千本鳥居に行こうと思います。皆さん、地図の中に赤い柱が並んでいるところが見えますか？そこが千本鳥居です。鳥居とは神聖な場所への入り口を示すものですが、千本鳥居とは参道にずらりと並ぶ無数の鳥居のことを指します。千本と言われますが、実際には1000本以上の鳥居があり、その数はなんと1万基以上になるとも言われています。鳥居のトンネルをくぐって歩くと、まるで別世界に迷い込んだような気分になります。千本鳥居は映画さゆりのロケ地としてもよく知られています。山の頂上までつながっているのですごく長いですね。日本の伝統衣装である着物を着てる人もたくさんいました。登っても登っても終わりが見えません。せっかく遠くから来たので諦めずにもう少し登ってみます。もう少し先に行くと手を洗う場所がありました。水の音を聞いているとなんだか癒されます。自然の中にある湖の景色がとても美しいですね。この張り紙によると、ここから頂上まで片道をおよそ40分かかるようです。まだ行かないといけない場所がありますので、ここまで登って降りることにしました。下り道にきれいな小川が流れていたので撮ってみました。途中には休憩所もあります。レストランもあって、そこでご飯を食べている人やベンチに座って写真を撮ったり休んでいる人もいました。山を降りたら土産物屋とさまざまな屋台が並んでいます。皆さん、観光地でよく見かけるこの10円パンを食べたことがありますか？中にモッツァレラチーズがたっぷり入っていて、伸びるチーズが美味しいです。美味しそうな屋台がたくさん並んでいて、一つ買って食べようかなと思ったんですが、次に行く場所にも美味しいお店や屋台がたくさんあるので、お腹を空かせておくために我慢しました。モバイルバッテリーを借りて1時間ぐらい経ったので、そろそろ返却しに行こうと思います。必ず借りた場所に返却しなければいけないわけではありません。日本全国に設置されていて、どこでも借りられて返却もできるのでとても便利です。目の前に見えるお店の中にもモバイルバッテリー置き場があるので、こ
こに入りましょう。こうしてモバイルバッテリーを差し込んで、青い光が点灯すると返却完了です。今から電車に乗って祇園四条駅に行きます。京阪本線に乗って5駅ほど行けば到着します。時間は16分ぐらいかかります。祇園四条駅に到着しました。錦市場から近い4番出口から出ます。出口から出るとすぐに鴨川という川が広がっています。川沿いを散歩するのも気持ちよさそうです。朝寒いか心配でダウンを着ようか悩んでたんですけど、着てこなくて正解でした。ダウンを着ていたら暑くて汗だくになっていたと思います。駅のすぐ前で路上ライブをしている人もいます。この演奏を聴いていると、なんだか日本ではなくヨーロッパにいるような感じがしますね。こうして川を眺めていると、家で飼ってるワンちゃんを連れてきて一緒に散歩したくなります。のんびりと街の風景を楽しみながら錦市場まで歩いて行ってみます。日本の大手家電量販店の一つ、エディオンが見えます。エディオンは主に関西や中部地方を中心に展開しており、全国にも多数の店舗があります。テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電からスマートフォン、パソコン、ゲーム機などのデジタル機器まで幅広く取り扱っていて、購入後のアフターサービスも手厚いのが特徴です。目の前に見えるドトールは日本の大手コーヒーチェーン店です。リーズナブルな価格で美味しいコーヒーや軽食を楽しめるお店です。コンセントがついている席が多くて、勉強するのにもぴったりです。ここは日本の代表的なメガネのチェーン店、メガネ市場です。メガネ屋さんを見て思い出したんですが、5年前にメガネをかけるのが嫌で、レーシック手術を受けたんです。遠くにあるものはよく見えるようになりましたが、副作用で近くにあるものは見えづらくなってしまいました。今は普段はメガネをかけないんですが、長時間携帯やパソコンを見るときだけメガネをかけています。ここは日本の人気ハンバーガーチェーン店、モスバーガーです。モスバーガーは新鮮な野菜が使われていて、サイズは少し小さいですが美味しいのでおすすめです。ここはごちそう焼きむすび鬼丸というおにぎりのお店です。最近日本ではおにぎりの専門店が流行っているようで、このようなおにぎりだけを販売しているお店をよく見かけます。いい機会なので一つ買って食べようと思います。店長おすすめと書いてあるエビ天焼きむすびを選びました。目の前に見えるスパムおにぎりとうなぎおにぎりも美味しそうです。さまざまな種類のおにぎりが売られていて、長い行列ができていました。最初はテイクアウト専門店だと思ったんですが、2階にイートインコーナーがあったので、ここで食べます。セルフで使える電子レンジとお箸、おしぼり、使い捨てコップなどが置いてあります。ではおにぎりを包んでいるビニールを取ります。上にエビ天が3つ乗っていて、中には卵と特製香味だれが入っていました。レンジでチンして温めて食べたらめっちゃ美味しかったです。でもサイズが大きいので、口が小さい方はちょっと食べにくいかもしれません。それでは食べたものを消化するついでに錦市場を回ってみましょう。ここが錦市場の入り口です。中に入ってみます。はじめに私の目に留まったのはこの和牛串です。焼きたての和牛とビールは最高ですね。日本では立ち飲み屋といって座席がなく立ちっぱなしでお酒を飲むお店が多いです。お店の前にすごく大きなカニの爪があったので撮影してみました。次は様々な天ぷらです。なんだかすごく美味しそうに見えませんか？おそらくこれは本物じゃなくて食品サンプルだと思います。ここにも和牛串のサンプルがあります。美味しそうな食品サンプルが並んでいますね。イカと貝などの海産物も売られていました。
大きなエビ串とホタテ、生ウニもあります。ここは頼んだらすぐ焼いてくれるうなぎ串屋さんです。こうして目の前で焼いてくれるので、見ているだけでも楽しめます。ここはたこ焼き専門店です。他のお店に比べると比較的安いと思います。生ビールとハイボールも200円で結構安いです。安いだけあってお店の中は人がたくさんいます。これで京都日帰り旅行は終わりです。皆さんどうでしたか？この動画が皆さんの日本語勉強の役に立てると嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。ちょっとお腹が空いたので美味しそうなコロッケ屋さんに立ち寄りました。ちょっとお腹が空いたので美味しそうなコロッケ屋さんに立ち寄りました。ちょっとお腹が空いたので美味しそうなコロッケ屋さんに立ち寄りました。昼ご飯を食べる前に何か軽く食べようと思います。昼ご飯を食べる前に何か軽く食べようと思います。昼ご飯を食べる前に何か軽く食べようと思います。チーズカツを一つ頼みました。チーズカツを一つ頼みました。チーズカツを一つ頼みました。昔からチーズが大好きで、昔からチーズが大好きで、昔からチーズが大好きで、メニューを選ぶときにいつもチーズが入っているものを選びます。メニューを選ぶときにいつもチーズが入っているものを選びます。メニューを選ぶときにいつもチーズが入っているものを選びます。チーズカツは初めてなので楽しみです。チーズカツは初めてなので楽しみです。チーズカツは初めてなので楽しみです。サイズは思ったより小さいですが美味しそうです。サイズは思ったより小さいですが美味しそうです。サイズは思ったより小さいですが美味しそうです。それでは一口食べてみます。それでは一口食べてみます。それでは一口食べてみます。中にチーズがたっぷり入っていてめっちゃ美味しいです。中にチーズがたっぷり入っていてめっちゃ美味しいです。中にチーズがたっぷり入っていてめっちゃ美味しいです。次は JR 嵐山駅で電車に乗って京都タワーを見に行く予定です。次は JR 嵐山駅で電車に乗って京都タワーを見に行く予定です。次は JR 嵐山駅で電車に乗って京都タワーを見に行く予定です。ここが JR 嵐山駅です。ここが JR 嵐山駅です。ここが JR 嵐山駅です。京都タワーは京都駅の2番出口のすぐ前にあります。京都タワーは京都駅の2番出口のすぐ前にあります。京都タワーは京都駅の2番出口のすぐ前にあります。ここから京都駅までは乗り換えなしで7駅です。ここから京都駅までは乗り換えなしで7駅です。ここから京都駅までは乗り換えなしで7駅です。16分ぐらいかかります。16分ぐらいかかります。16分ぐらいかかります。いつも電車の中ではイヤホンをつけて携帯をいじってたんですけど、いつも電車の中ではイヤホンをつけて携帯をいじってたんですけど、いつも電車の中ではイヤホンをつけて携帯をいじってたんですけど、たまにはこうして窓からの景色を眺めるのもいいですね。たまにはこうして窓からの景色を眺めるのもいいですね。たまにはこうして窓からの景色を眺めるのもいいですね。京都駅に到着しました。京都駅に到着しました。京都駅に到着しました。駅から出たら京都タワーがすぐ見えるので、駅から出たら京都タワーがすぐ見えるので、駅から出たら京都タワーがすぐ見えるので、とてもアクセスしやすいです。とてもアクセスしやすいです。とてもアクセスしやすいです。京都タワーは1964年に建設された京都市のシンボル的な建物です。京都タワーは1964年に建設された京都市のシンボル的な建物です。京都タワーは1964年に建設された京都市のシンボル的な建物です。タワーのデザインは灯台をイメージして作られたと言われています。タワーのデザインは灯台をイメージして作られたと言われています。タワーのデザインは灯台をイメージして作られたと言われています。夜になると美しくライトアップもされるようです。夜になると美しくライトアップもされるようです。夜になると美しくライトアップもされるようです。特別なイベントの日には色が変わることもあるので、ぜひチェックしてみてください。特別なイベントの日には色が変わることもあるので、ぜひチェックしてみてください。特別なイベントの日には
色が変わることもあるので、ぜひチェックしてみてください。駅の中で美味しそうな親子丼屋さんを見つけました。駅の中で美味しそうな親子丼屋さんを見つけました。駅の中で美味しそうな親子丼屋さんを見つけました。親子丼は鶏肉と卵、玉ねぎを甘いだしで煮て、ご飯の上に乗せた丼料理です。親子丼は鶏肉と卵、玉ねぎを甘いだしで煮て、ご飯の上に乗せた丼料理です。親子丼は鶏肉と卵、玉ねぎを甘いだしで煮て、ご飯の上に乗せた丼料理です。親子という名前は、鶏、親と卵、子の組み合わせから由来しています。親子という名前は、鶏、親と卵、子の組み合わせから由来しています。親子という名前は、鶏、親と卵、子の組み合わせから由来しています。友達がよく仕事の昼休みに親子丼を食べていたので知ってはいたんですが、友達がよく仕事の昼休みに親子丼を食べていたので知ってはいたんですが、友達がよく仕事の昼休みに親子丼を食べていたので知ってはいたんですが、ここで初めて親子丼を食べました。ここで初めて親子丼を食べました。ここで初めて親子丼を食べました。写真はすごく美味しそうに見えたんですが、実物はちょっと違いますね。写真はすごく美味しそうに見えたんですが、実物はちょっと違いますね。写真はすごく美味しそうに見えたんですが、実物はちょっと違いますね。味噌汁もついています。味噌汁もついています。味噌汁もついています。私の好みではありませんでしたが、味は悪くなかったです。私の好みではありませんでしたが、味は悪くなかったです。私の好みではありませんでしたが、味は悪くなかったです。ご飯を食べて、お店を出たらコインロッカーがありました。ご飯を食べて、お店を出たらコインロッカーがありました。ご飯を食べて、お店を出たらコインロッカーがありました。観光地の近くにある駅には、外国人観光客が多いため、観光地の近くにある駅には、外国人観光客が多いため、観光地の近くにある駅には、外国人観光客が多いため、コインロッカーがたくさん設置されています。コインロッカーがたくさん設置されています。コインロッカーがたくさん設置されています。重い荷物を置いて旅行ができるのでとても便利ですね。重い荷物を置いて旅行ができるのでとても便利ですね。重い荷物を置いて旅行ができるのでとても便利ですね。朝から撮影をしていたのでスマホの電池が切れそうです。朝から撮影をしていたのでスマホの電池が切れそうです。朝から撮影をしていたのでスマホの電池が切れそうです。前の動画で紹介したスマホ充電レンタル置き場を探しに行こうと思います。前の動画で紹介したスマホ充電レンタル置き場を探しに行こうと思います。前の動画で紹介したスマホ充電レンタル置き場を探しに行こうと思います。駅の中にある観光案内所の中に設置されていました。駅の中にある観光案内所の中に設置されていました。駅の中にある観光案内所の中に設置されていました。専用のアプリを使ってモバイルバッテリーをレンタルしてみます。専用のアプリを使ってモバイルバッテリーをレンタルしてみます。専用のアプリを使ってモバイルバッテリーをレンタルしてみます。こんな感じのモバイルバッテリーです。こんな感じのモバイルバッテリーです。こんな感じのモバイルバッテリーです。後ろには3種類の充電ケーブルがついているので、どんな携帯でも問題なさそうです。後ろには3種類の充電ケーブルがついているので、どんな携帯でも問題なさそうです。後ろには3種類の充電ケーブルがついているので、どんな携帯でも問題なさそうです。こちらに見える奈良線に乗って伏見稲荷神社に行く予定です。こちらに見える奈良線に乗って伏見稲荷神社に行く予定です。こちらに見える奈良線に乗って伏見稲荷神社に行く予定です。ここはマネケンという日本で有名なワッフルのお店です。ここはマネケンという日本で有名なワッフルのお店です。ここはマネケンという日本で有名なワッフルのお店です。駅の中によくあるお店で、ふわふわでカリッとした食感と、駅の中によくあるお店で、ふわふわでカリッとした食感と、駅の中によくあるお店で、ふわふわでカリッとした食感と、外はサクッと、中はしっとりとして何度食べても飽きない美味しさが特徴です。外はサクッと、
中はしっとりとして何度食べても飽きない美味しさが特徴です。外はサクッと、中はしっとりとして何度食べても飽きない美味しさが特徴です。電車に乗る前にコンビニで、電車に乗る前にコンビニで、電車に乗る前にコンビニで、お気に入りの飲み物とシュークリームを買いました。お気に入りの飲み物とシュークリームを買いました。お気に入りの飲み物とシュークリームを買いました。この電車に乗って稲荷駅まで行きます。この電車に乗って稲荷駅まで行きます。この電車に乗って稲荷駅まで行きます。ここが稲荷駅です。ここが稲荷駅です。ここが稲荷駅です。伏見稲荷神社は稲荷駅のすぐ前にあります。伏見稲荷神社は稲荷駅のすぐ前にあります。伏見稲荷神社は稲荷駅のすぐ前にあります。警察官が横断歩道の前で交通整理をしています。警察官が横断歩道の前で交通整理をしています。警察官が横断歩道の前で交通整理をしています。入る前にさっき買ったシュークリームを食べたいと思います。入る前にさっき買ったシュークリームを食べたいと思います。入る前にさっき買ったシュークリームを食べたいと思います。中にカスタードとホイップクリームがたっぷり入っていて美味しかったです。中にカスタードとホイップクリームがたっぷり入っていて美味しかったです。中にカスタードとホイップクリームがたっぷり入っていて美味しかったです。では、伏見稲荷神社に入ってみましょう。では、伏見稲荷神社に入ってみましょう。では、伏見稲荷神社に入ってみましょう。入り口の前には、稲穂を加えている狐の銅像がありました。入り口の前には、稲穂を加えている狐の銅像がありました。入り口の前には、稲穂を加えている狐の銅像がありました。神社の中に狐の銅像がたくさんあって、韓国では狐神社と呼ばれています。神社の中に狐の銅像がたくさんあって、韓国では狐神社と呼ばれています。神社の中に狐の銅像がたくさんあって、韓国では狐神社と呼ばれています。このように駐車場も完備されているので、車で来るのにも便利な場所です。このように駐車場も完備されているので、車で来るのにも便利な場所です。このように駐車場も完備されているので、車で来るのにも便利な場所です。奥に進んでいくと朱色の社殿が見えます。奥に進んでいくと朱色の社殿が見えます。奥に進んでいくと朱色の社殿が見えます。この朱色は日本の神社や寺院でよく見られる色で、この朱色は日本の神社や寺院でよく見られる色で、この朱色は日本の神社や寺院でよく見られる色で、魔除けの意味があるとされています。魔除けの意味があるとされています。魔除けの意味があるとされています。さらに奥へ進むと、火焚き串という特別な木の札があります。さらに奥へ進むと、火焚き串という特別な木の札があります。さらに奥へ進むと、火焚き串という特別な木の札があります。火焚き串に自分の願い事を書いて神社に納めると、火焚き串に自分の願い事を書いて神社に納めると、火焚き串に自分の願い事を書いて神社に納めると、後日神社の人たちによってお焚き上げされます。後日神社の人たちによってお焚き上げされます。後日神社の人たちによってお焚き上げされます。炎とともに願いが天に届けられると信じられており、炎とともに願いが天に届けられると信じられており、炎とともに願いが天に届けられると信じられており、特に商売繁盛や家内安全を願う人々に人気があります。特に商売繁盛や家内安全を願う人々に人気があります。特に商売繁盛や家内安全を願う人々に人気があります。漢字が読めない外国人のために願い事の英語翻訳もありました。漢字が読めない外国人のために願い事の英語翻訳もありました。漢字が読めない外国人のために願い事の英語翻訳もありました。これを見ると願い事を漢字で書けるのでいいですね。これを見ると願い事を漢字で書けるのでいいですね。これを見ると願い事を漢字で書けるのでいいですね。日本のアニメや映画などで神社でお金を投げて願い事をしている人を見たことがあると思います。日本のアニメや映画などで
神社でお金を投げて願い事をしている人を見たことがあると思います。日本のアニメや映画などで神社でお金を投げて願い事をしている人を見たことがあると思います。神や仏に奉納するお金のことを賽銭と呼びます。神や仏に奉納するお金のことを賽銭と呼びます。賽銭を賽銭箱に投げ入れ、願い事をすることで、賽銭を賽銭箱に投げ入れ、願い事をすることで、賽銭を賽銭箱に投げ入れ、願い事をすることで神様に感謝の気持ちを伝え、お願いを聞いてもらうという意味が込められています。神様に感謝の気持ちを伝え、お願いを聞いてもらうという意味が込められています。神様に感謝の気持ちを伝え、お願いを聞いてもらうという意味が込められています。一般的に五円玉がよく使われていますが、一般的に五円玉がよく使われていますが、一般的に五円玉がよく使われていますが、これはご縁とご縁という言葉が同じ発音だからです。これはご縁とご縁という言葉が同じ発音だからです。これはご縁とご縁という言葉が同じ発音だからです。そのため、いいご縁や幸運を願う人がたくさん訪れます。そのため、いいご縁や幸運を願う人がたくさん訪れます。そのため、いいご縁や幸運を願う人がたくさん訪れます。今から伏見稲荷神社の象徴である千本鳥居に行こうと思います。今から伏見稲荷神社の象徴である千本鳥居に行こうと思います。今から伏見稲荷神社の象徴である千本鳥居に行こうと思います。皆さん、地図の中に赤い柱が並んでいるところが見えますか？皆さん、地図の中に赤い柱が並んでいるところが見えますか？皆さん、地図の中に赤い柱が並んでいるところが見えますか？そこが千本鳥居です。そこが千本鳥居です。そこが千本鳥居です。鳥居とは神聖な場所への入り口を示すものですが、鳥居とは神聖な場所への入り口を示すものですが、鳥居とは神聖な場所への入り口を示すものですが、千本鳥居とは参道にずらりと並ぶ無数の鳥居のことを指します。千本鳥居とは参道にずらりと並ぶ無数の鳥居のことを指します。千本鳥居とは参道にずらりと並ぶ無数の鳥居のことを指します。千本と言われますが、実際には1000本以上の鳥居があり、千本と言われますが、実際には1000本以上の鳥居があり、千本と言われますが、実際には1000本以上の鳥居があり、その数はなんと1万基以上になるとも言われています。その数はなんと1万基以上になるとも言われています。その数はなんと1万基以上になるとも言われています。鳥居のトンネルをくぐって歩くと、まるで別世界に迷い込んだような気分になります。鳥居のトンネルをくぐって歩くと、まるで別世界に迷い込んだような気分になります。鳥居のトンネルをくぐって歩くと、まるで別世界に迷い込んだような気分になります。千本鳥居は映画さゆりのロケ地としてもよく知られています。千本鳥居は映画さゆりのロケ地としてもよく知られています。千本鳥居は映画さゆりのロケ地としてもよく知られています。山の頂上までつながっているので、すごく長いですね。山の頂上までつながっているので、すごく長いですね。山の頂上までつながっているので、すごく長いですね。日本の伝統衣装である着物を着てる人もたくさんいました。日本の伝統衣装である着物を着てる人もたくさんいました。日本の伝統衣装である着物を着てる人もたくさんいました。登っても登っても終わりが見えません。登っても登っても終わりが見えません。登っても登っても終わりが見えません。せっかく遠くから来たので、諦めずにもう少し登ってみます。せっかく遠くから来たので、諦めずにもう少し登ってみます。せっかく遠くから来たので、諦めずにもう少し登ってみます。もう少し先に行くと、手を洗う場所がありました。もう少し先に行くと、手を洗う場所がありました。もう少し先に行くと、手を洗う場所がありました。水の音を聞いていると、なんだか癒されます。水の音を聞いていると、なんだか癒されます。水の音を聞いていると、なんだか癒されます。自然の中にある湖の景色がとても美しいですね。
自然の中にある湖の景色がとても美しいですね。自然の中にある湖の景色がとても美しいですね。この張り紙によると、ここから頂上まで片道をおよそ40分かかるようです。この張り紙によると、ここから頂上まで片道をおよそ40分かかるようです。この張り紙によると、ここから頂上まで片道をおよそ40分かかるようです。まだ行かないといけない場所がありますので、ここまで登って降りることにしました。まだ行かないといけない場所がありますので、ここまで登って降りることにしました。まだ行かないといけない場所がありますので、ここまで登って降りることにしました。下り道にきれいな小川が流れていたので撮ってみました。下り道にきれいな小川が流れていたので撮ってみました。下り道にきれいな小川が流れていたので撮ってみました。途中には休憩所もあります。途中には休憩所もあります。途中には休憩所もあります。レストランもあって、そこでご飯を食べている人や、ベンチに座って写真を撮ったり休んでいる人もいました。レストランもあって、そこでご飯を食べている人や、ベンチに座って写真を撮ったり休んでいる人もいました。レストランもあって、そこでご飯を食べている人や、ベンチに座って写真を撮ったり休んでいる人もいました。山を降りたら、土産物屋とさまざまな屋台が並んでいます。山を降りたら、土産物屋とさまざまな屋台が並んでいます。山を降りたら、土産物屋とさまざまな屋台が並んでいます。皆さん、観光地でよく見かけるこの10円パンを食べたことがありますか？皆さん、観光地でよく見かけるこの10円パンを食べたことがありますか？皆さん、観光地でよく見かけるこの10円パンを食べたことがありますか？中にモッツァレラチーズがたっぷり入っていて、伸びるチーズが美味しいです。中にモッツァレラチーズがたっぷり入っていて、伸びるチーズが美味しいです。中にモッツァレラチーズがたっぷり入っていて、伸びるチーズが美味しいです。美味しそうな屋台がたくさん並んでいて、一つ買って食べようかなと思ったんですが、美味しそうな屋台がたくさん並んでいて、一つ買って食べようかなと思ったんですが、美味しそうな屋台がたくさん並んでいて、一つ買って食べようかなと思ったんですが、次に行く場所にも美味しいお店や屋台がたくさんあるので、次に行く場所にも美味しいお店や屋台がたくさんあるので、次に行く場所にも美味しいお店や屋台がたくさんあるので、お腹を空かせておくために我慢しました。お腹を空かせておくために我慢しました。お腹を空かせておくために我慢しました。モバイルバッテリーを借りて1時間ぐらい経ったので、モバイルバッテリーを借りて1時間ぐらい経ったので、モバイルバッテリーを借りて1時間ぐらい経ったので、そろそろ返却しに行こうと思います。そろそろ返却しに行こうと思います。そろそろ返却しに行こうと思います。必ず借りた場所に返却しなければいけないわけではありません。日本全国に設置されていて、日本全国に設置されていて、日本全国に設置されていて、どこでも借りられて返却もできるのでとても便利です。どこでも借りられて返却もできるのでとても便利です。どこでも借りられて返却もできるのでとても便利です。目の前に見えるお店の中にもモバイルバッテリー置き場があるので、目の前に見えるお店の中にもモバイルバッテリー置き場があるので、目の前に見えるお店の中にもモバイルバッテリー置き場があるので、ここに入りましょう。ここに入りましょう。ここに入りましょう。こうしてモバイルバッテリーを差し込んで、こうしてモバイルバッテリーを差し込んで、こうしてモバイルバッテリーを差し込んで、青い光が点灯すると返却完了です。青い光が点灯すると返却完了です。青い光が点灯すると返却完了です。今から電車に乗って祇園四条駅に行きます。今から電車に乗って祇園四条駅に行きます。今から電車に乗って祇園四条駅に行きます。京阪本線に乗って5駅ほど行けば到着します。京阪本線に乗って5駅ほど行けば到着します。京阪本線に乗って5駅ほど行けば到着します。時間は16分ぐらいかかります。時間は16分ぐらいかかります。時間は16分ぐらいかかります。祇園四条駅に到着しました。祇園四条駅に到着しました。
祇園四条駅に到着しました。錦市場から近い4番出口から出ます。錦市場から近い4番出口から出ます。錦市場から近い4番出口から出ます。出口から出るとすぐに鴨川という川が広がっています。出口から出るとすぐに鴨川という川が広がっています。出口から出るとすぐに鴨川という川が広がっています。川沿いを散歩するのも気持ちよさそうです。川沿いを散歩するのも気持ちよさそうです。川沿いを散歩するのも気持ちよさそうです。朝寒いか心配でダウンを着ようか悩んでたんですけど、朝寒いか心配でダウンを着ようか悩んでたんですけど、朝寒いか心配でダウンを着ようか悩んでたんですけど、着てこなくて正解でした。着てこなくて正解でした。着てこなくて正解でした。ダウンを着ていたら暑くて汗だくになっていたと思います。ダウンを着ていたら暑くて汗だくになっていたと思います。ダウンを着ていたら暑くて汗だくになっていたと思います。駅のすぐ前で路上ライブをしている人もいます。駅のすぐ前で路上ライブをしている人もいます。駅のすぐ前で路上ライブをしている人もいます。この演奏を聴いていると、この演奏を聴いていると、この演奏を聴いていると、なんだか日本ではなくヨーロッパにいるような感じがしますね。なんだか日本ではなくヨーロッパにいるような感じがしますね。なんだか日本ではなくヨーロッパにいるような感じがしますね。こうして川を眺めていると、こうして川を眺めていると、こうして川を眺めていると、家で飼ってるワンちゃんを連れてきて一緒に散歩したくなります。家で飼ってるワンちゃんを連れてきて一緒に散歩したくなります。家で飼ってるワンちゃんを連れてきて一緒に散歩したくなります。のんびりと街の風景を楽しみながら錦市場まで歩いて行ってみます。のんびりと街の風景を楽しみながら錦市場まで歩いて行ってみます。のんびりと街の風景を楽しみながら錦市場まで歩いて行ってみます。日本の大手家電量販店の一つ、エディオンが見えます。日本の大手家電量販店の一つ、エディオンが見えます。日本の大手家電量販店の一つ、エディオンが見えます。エディオンは主に関西や中部地方を中心に展開しており、全国にも多数の店舗があります。エディオンは主に関西や中部地方を中心に展開しており、全国にも多数の店舗があります。エディオンは主に関西や中部地方を中心に展開しており、全国にも多数の店舗があります。テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電から、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電から、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの大型家電から、スマートフォン、パソコン、ゲーム機などのデジタル機器まで幅広く取り扱っていて、スマートフォン、パソコン、ゲーム機などのデジタル機器まで幅広く取り扱っていて、スマートフォン、パソコン、ゲーム機などのデジタル機器まで幅広く取り扱っていて、購入後のアフターサービスも手厚いのが特徴です。購入後のアフターサービスも手厚いのが特徴です。購入後のアフターサービスも手厚いのが特徴です。目の前に見えるドトールは日本の大手コーヒーチェーン店です。目の前に見えるドトールは日本の大手コーヒーチェーン店です。目の前に見えるドトールは日本の大手コーヒーチェーン店です。リーズナブルな価格で美味しいコーヒーや軽食を楽しめるお店です。リーズナブルな価格で美味しいコーヒーや軽食を楽しめるお店です。リーズナブルな価格で美味しいコーヒーや軽食を楽しめるお店です。コンセントがついている席が多くて勉強するのにもぴったりです。コンセントがついている席が多くて勉強するのにもぴったりです。コンセントがついている席が多くて勉強するのにもぴったりです。ここは日本の代表的なメガネのチェーン店メガネ市場です。ここは日本の代表的なメガネのチェーン店メガネ市場です。ここは日本の代表的なメガネのチェーン店メガネ市場です。メガネ屋さんを見て思い出したんですが、メガネ屋さんを見て思い出したんですが、メガネ屋さんを見て思い出したんですが、5年前にメガネをかけるのが嫌で、
レーシック手術を受けたんです。5年前にメガネをかけるのが嫌で、レーシック手術を受けたんです。5年前にメガネをかけるのが嫌で、レーシック手術を受けたんです。遠くにあるものがよく見えるようになりましたが、遠くにあるものがよく見えるようになりましたが、遠くにあるものがよく見えるようになりましたが、副作用で近くにあるものは見えづらくなってしまいました。副作用で近くにあるものは見えづらくなってしまいました。副作用で近くにあるものは見えづらくなってしまいました。今は普段はメガネをかけないんですが、今は普段はメガネをかけないんですが、今は普段はメガネをかけないんですが、長時間携帯やパソコンを見るときだけメガネをかけています。長時間携帯やパソコンを見るときだけメガネをかけています。長時間携帯やパソコンを見るときだけメガネをかけています。ここは日本の人気ハンバーガーチェーン店モスバーガーです。ここは日本の人気ハンバーガーチェーン店モスバーガーです。ここは日本の人気ハンバーガーチェーン店モスバーガーです。モスバーガーは新鮮な野菜が使われていて、モスバーガーは新鮮な野菜が使われていて、モスバーガーは新鮮な野菜が使われていて、サイズは少し小さいですが美味しいのでおすすめです。サイズは少し小さいですが美味しいのでおすすめです。サイズは少し小さいですが美味しいのでおすすめです。ここはごちそう焼きむすび鬼丸というおにぎりのお店です。ここはごちそう焼きむすび鬼丸というおにぎりのお店です。ここはごちそう焼きむすび鬼丸というおにぎりのお店です。最近日本ではおにぎりの専門店が流行っているようで、最近日本ではおにぎりの専門店が流行っているようで、最近日本ではおにぎりの専門店が流行っているようで、このようなおにぎりだけを販売しているお店をよく見かけます。このようなおにぎりだけを販売しているお店をよく見かけます。このようなおにぎりだけを販売しているお店をよく見かけます。いい機会なので一つ買って食べようと思います。いい機会なので一つ買って食べようと思います。いい機会なので一つ買って食べようと思います。店長おすすめと書いてあるエビ天焼きむすびを選びました。店長おすすめと書いてあるエビ天焼きむすびを選びました。店長おすすめと書いてあるエビ天焼きむすびを選びました。目の前に見えるスパムおにぎりとうなぎおにぎりも美味しそうです。目の前に見えるスパムおにぎりとうなぎおにぎりも美味しそうです。目の前に見えるスパムおにぎりとうなぎおにぎりも美味しそうです。さまざまな種類のおにぎりが売られていて、長い行列ができていました。さまざまな種類のおにぎりが売られていて、長い行列ができていました。さまざまな種類のおにぎりが売られていて、長い行列ができていました。最初はテイクアウト専門店だと思ったんですが、最初はテイクアウト専門店だと思ったんですが、最初はテイクアウト専門店だと思ったんですが、2階にイートインコーナーがあったので、ここで食べます。2階にイートインコーナーがあったので、ここで食べます。2階にイートインコーナーがあったので、ここで食べます。セルフで使える電子レンジとお箸、おしぼり、使い捨てコップなどが置いてあります。セルフで使える電子レンジとお箸、おしぼり、使い捨てコップなどが置いてあります。セルフで使える電子レンジとお箸、おしぼり、使い捨てコップなどが置いてあります。では、おにぎりを包んでいるビニールを取ります。では、おにぎりを包んでいるビニールを取ります。では、おにぎりを包んでいるビニールを取ります。上にエビ天が3つ乗っていて、上にエビ天が3つ乗っていて、上にエビ天が3つ乗っていて、中には卵と特製香味だれが入っていました。中には卵と特製香味だれが入っていました。中には卵と特製香味だれが入っていました。レンジでチンして温めて食べたらめっちゃ美味しかったです。レンジでチンして温めて食べたらめっちゃ美味しかったです。レンジでチンして温めて食べたらめっちゃ美味しかったです。でもサイズが大きいので口が小さい方はちょっと食べにくいかもしれません。でもサイズが大きいので口が小さい方はちょっと食べにくいかもしれません。
でもサイズが大きいので口が小さい方はちょっと食べにくいかもしれません。それでは食べたものを消化するついでに錦市場を回ってみましょう。それでは食べたものを消化するついでに錦市場を回ってみましょう。それでは食べたものを消化するついでに錦市場を回ってみましょう。ここが錦市場の入り口です。ここが錦市場の入り口です。ここが錦市場の入り口です。中に入ってみます。中に入ってみます。中に入ってみます。はじめに私の目に留まったのはこの和牛串です。はじめに私の目に留まったのはこの和牛串です。はじめに私の目に留まったのはこの和牛串です。焼きたての和牛とビールは最高ですね。焼きたての和牛とビールは最高ですね。焼きたての和牛とビールは最高ですね。日本では立ち飲み屋といって座席がなく立ちっぱなしでお酒を飲むお店が多いです。日本では立ち飲み屋といって座席がなく立ちっぱなしでお酒を飲むお店が多いです。日本では立ち飲み屋といって座席がなく立ちっぱなしでお酒を飲むお店が多いです。お店の前にすごく大きなカニの爪があったので撮影してみました。お店の前にすごく大きなカニの爪があったので撮影してみました。お店の前にすごく大きなカニの爪があったので撮影してみました。次は様々な天ぷらです。次は様々な天ぷらです。次は様々な天ぷらです。なんだかすごく美味しそうに見えませんか？なんだかすごく美味しそうに見えませんか？なんだかすごく美味しそうに見えませんか？おそらくこれは本物じゃなくて食品サンプルだと思います。おそらくこれは本物じゃなくて食品サンプルだと思います。おそらくこれは本物じゃなくて食品サンプルだと思います。ここにも和牛串のサンプルがあります。ここにも和牛串のサンプルがあります。ここにも和牛串のサンプルがあります。美味しそうな食品サンプルが並んでいますね。美味しそうな食品サンプルが並んでいますね。美味しそうな食品サンプルが並んでいますね。イカと貝などの海産物も売られていました。イカと貝などの海産物も売られていました。イカと貝などの海産物も売られていました。大きなエビ串とホタテ、生ウニもあります。大きなエビ串とホタテ、生ウニもあります。大きなエビ串とホタテ、生ウニもあります。ここは頼んだらすぐ焼いてくれるうなぎ串屋さんです。ここは頼んだらすぐ焼いてくれるうなぎ串屋さんです。ここは頼んだらすぐ焼いてくれるうなぎ串屋さんです。こうして目の前で焼いてくれるので見ているだけでも楽しめます。こうして目の前で焼いてくれるので見ているだけでも楽しめます。こうして目の前で焼いてくれるので見ているだけでも楽しめます。ここはたこ焼き専門店です。ここはたこ焼き専門店です。ここはたこ焼き専門店です。他のお店に比べると比較的安いと思います。他のお店に比べると比較的安いと思います。他のお店に比べると比較的安いと思います。生ビールとハイボールも200円で結構安いです。生ビールとハイボールも200円で結構安いです。生ビールとハイボールも200円で結構安いです。安いだけあってお店の中は人がたくさんいます。安いだけあってお店の中は人がたくさんいます。安いだけあってお店の中は人がたくさんいます。これで京都日帰り旅行は終わりです。これで京都日帰り旅行は終わりです。これで京都日帰り旅行は終わりです。皆さんどうでしたか？皆さんどうでしたか？皆さんどうでしたか？この動画が皆さんの日本語勉強の役に立てると嬉しいです。この動画が皆さんの日本語勉強の役に立てると嬉しいです。この動画が皆さんの日本語勉強の役に立てると嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。では次の動画でまたお会いしましょう。では次の動画でまたお会いしましょう。